もう完全な赤字なんですよ。大きく息を吸って止めてください。お久しぶりはい、です。終わりです。どんなですか？元気です。僕が今医者になった頃からその地域の医療ってやっぱり維持することがもうできないんじゃないかっていう危機にもう瀕してると思ってて。おはようございます。おはようございます。今日はこのユックラっていう健康ランドみたいなところで人生会議アドバンスケアプランニングっていう地元の人向けの講演があって、いや本当に稲葉さんのあれ面白いですね。なんか多種多様じゃないですか。もうね毎日違うことしてるから自分でもなんか今日何の日だっけみたいな、今日お医者さんする日だって毎日違うからエキサイティングではある。広島県の山間にある神石高原町、人口は約8000人の山に囲まれたいわゆる僻地。その中でも急激な人口減少と高齢化に伴い医療の確保が困難になっている地域に診療所を構えるのが、今日は毎週金曜日来ている神石高原町立神石僻地診療所にいます。こうした無医地区にあたる地域は全国に600カ所存在しています。ここではいわゆるその僻地の、村のお医者さん的な感じで、その重症な患者さんとかじゃなくてその健康をいかに維持するか、ご高齢の方多いんだけど、いろんな相談乗りながら、そういう人たちがいかに元気で長生きするかっていうことに力入れてやってます。ここは何かとかで言ったら何かな、患者さんの人生相談科かな全部やる。じゃあ見ますか。お待たせいたしました。あれなんか随分良くなってますけど、そうです。なんか頑張ったんですか？頑張りおるんです。頑張ったんですね。じゃあちょっと診察しましょうかね。お加減いかがですか？いいんです。いいですか？はい。よかったです。昨日もおとついも。ゴルフへ。いいですね。僻地診療所はなんかほとんどが今日は元気ですっていう患者さんが来るので、この元気をどうやって維持するか。患者さんがそれぞれいろんなクリニックにいっぱい行くの無理だから、田舎では。ここに来たらある程度甲状腺も見てもらえるし、お腹も見てもらえるし、胸も見てもらえるし、怪我とかも縫ったりとか、そういうのも一通り一応はしてもらえるっていう、そういうなんていうかプライマリーケアっていうんだけど、そういうところは目指してる。大きく息を吸って止めてください。はい、終わりです。救急だとなんかあんまりひどい回がないかだけバッと見るだけだったりするけど、こういうところの方がちょっと丁寧に見ないといけない感じはあるよね。ちっちゃい影も見落とさないようにみたいな。ここで見落とすと発見が遅れちゃうから。今日はじゃあ普通の診察とお腹の超音波ですね。はい。じゃあちょっともう超音波しましょう。でも僻地診療所はなんか顔見知りの自分の患者さんっていう人がずっと来て「稲葉先生お久しぶりですね」とか「調子良くなりましたか」とか「頑張って痩せてます」とかいろんな話聞けるから、いい話もいっぱい聞ける。病院って基本悪い話しか聞かないとこだけど、ここだといい話は聞けるそういう楽しみがある。こんにちは。102歳。今日結構忙しいですか？そうですね。いつもの倍ぐらいは。基本は看護師1人、事務1人と院長先生の3人。今。じゃあピース以外の方って3人しかいらっしゃらないです。大変ですね、それは。大変です。いつはもうちょっとのんびりしております。あ、そうなんですね。はい。おはようございます。持ちつ持たれつ助け合わないとやっていけないので、それ今の患者さんぐらいを見てたらもう完全な赤字なんですよ。開院した時はやっぱり人口も多かったから、
患者さんも多かったのと、私も若かったから、だけど私も年に取ってきたからそこまではできなくなったから、で患者も少なくなったからね、しかも高齢化して、バスも通らなくなったし。そんな中、医療者の確保も大きな課題となっています。ありがとうございました。じゃあ僕は出ないから今まで通りでお薬出してくださいね。鈴木のドクターがいないから、ここがいなくなるとやっぱりここ無一区になるからね。長日になったから赤字ももしなれば補填してくれることになってるからやれるだけでね。本当は赤字なんですよね。個人ではもうできないですよ。多くのところはこんなところが多いでしょ、日本もね。先生がいらっしゃるから私たちも安心して生活できるしね。やっぱり先生だからいらっしゃらないことを考えないようにしてます。はい、そのことだけ不安ですね。はい、だからもう先生一日でも元気でいてほしいですね。僕が医者になった頃からその地域の医療ってやっぱりいろいろ厳しいって言われてて、その地域の医療をどう維持していくか、良くしていくかの前にも維持することがもうできないんじゃないかっていう危機にもう瀕していると言ってて、いわゆるビジネスとしては成立しないわけですよ、僻地とかで医療をやるっていう。だから今は公的な診療所とか公的な病院が多いと思うんだけど、でももうほとんどの公的病院が田舎では赤字ですよね。だからそれは社会のセーフティーネットだから仕方ないんだって言って、でもこのままずっと赤字を垂れ流し続けて税金でやっていいのかっていう問題やっぱあると思うし、だから根本的にやっぱりそこを何とかしていくっていうことが多分地域医療にはの維持のために必要で、やっぱ災害医療と国際協力と地域医療のこの3つのところで人が循環していくような、そういう仕組みっていうのを作ろうと思うと、ちょっとこの閉塞感のあるその今の医療事情の中で民間でそういう医療の未来自体を何かちょっと変えていく、そういう実際に全部変えるのは公的なものだと思うんだけど、その公的なものが変わっていくきっかけになるそのトリガーみたいな、そういう刺激になるっていうことは、ピースインズみたいな組織だったらもしかしたらできるのかなって話聞いた時にちょっと思って、で今僕も7年ぐらい僻地の診療所ずっと行かせてもらってますけど、なくしていいとはやっぱ思えないんですよ、僕は。なんかただ僻地診療所手伝いに行ってるっていうことじゃなくて、やっぱりそこでリアルに分かるし、どういうふうにチェンジしたらその僻地医療がやっていけるのかっていう、その危機感感じながらやっぱやらないと、遠くから見てなんか僻地医療だけ語ってもしょうがないかなと思って。はい、それじゃあ。はい。また来週はい。はい、お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。